はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私結構いろんなポータブル電源使ってきてるんですけども、あんまり使ってない機能一つあります。何かと言いますと、車のシガーソケットからの充電で、これほとんどのポータブル電源でできるようにはなってるんですけども、供給できる電力が 100W 前後しかないので、例えば 2000W 時の大容量モデルとかだと単純計算で20時間以上かかっちゃうので、あんまり現実的な充電方法ではないんですよね。そんな折、車から 800W で大容量ポータブル電源を高速充電できる装置が発売されるっていう情報をいただいて使わせてもらえることになりましたので、本当にそんなことが可能なのかいろいろ試してみたいと思います。で、今回はせっかく車で充電するので、その車で作った電力でちょっとアウトドア楽しんでみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。で、こいつポータブル電源の高速充電だけじゃなくて、ポータブル電源から車のバッテリーの充電もできるみたいですので、これもちょっと気になるところですね。で、今回使ってみるのがこれ、エコフロー社製オルタネーターチャージャーっていうやつですね。で、スペックはと言いますと、充電モード時の最大入力電力が 76A で、充電モード最大出力電力が 800W、 逆充電モードの最大入力電力は 21A、 逆充電モードの最大出力電力は 800W、バッテリーメンテナンスモードの最大入力電力は 3A で、バッテリーメンテナンスモードの最大出力電力は 100W、 動作温度範囲はマイナス20度から60度、保管温度はマイナス30から70度ですね。で、サイズは 242×194×35mm、 重量は約 2.3kg っていう風になってます。で、まず目につくのは充電モードの最大出力電力 800W。普通のシガーソケットがだいたい 100W くらいなので、約8倍の電力が流せるって感じですね。それから逆充電モード、これはポータブル電源側から電力を流して車のバッテリーの方を充電するモードなんですけども、これも 800W で充電できるので、車のバッテリー上がっちゃったよとか、なんか弱ってるねっていう時も結構高速で充電できそうですね。っていうか、バッテリー上がりを気にしなくてもいいっていうのは結構心強いですね。それから動作温度範囲も車の中で使うには十分すぎる温度範囲で、サイズも結構コンパクトですね。というわけで中身出していきましょう。中身出すとこんな感じですね。で、まず入っていたのがポータブル電源との接続ケーブル。これよくこのメーカーで見かけるコネクターの形状ですね。で、これはヒューズ、中身は 125A 対応のものが入ってますね。そしてこれは本体と車のバッテリーを接続するためのケーブルで、こっち側のコネクターは本体に刺さる方で、この反対側はバッテリーに接続する方ですね。そしてこれは取り付けに使うための小物類。左の黒い部品はコネクタを抜くときに使うものらしいです。で、これは取り付けに使うプレート。そして最後に保証書と取扱説明書で、中見てみますといろんな国の言語で書かれてますけども、ちゃんと日本語もあるので問題なしです。じゃあ本体見ていきましょう。で、大きさ的には手のひらよりもちょっとでかいって感じですかね。で、厚みはかなり薄いんでですね、シートの下とかどっかの隙間とかに簡単に装着できそうな感じですね。で、裏側見てみますと、固定用のネジが開いてるだけで特に何もありませんね。側面とか正面とかも特に何もない感じで、
背面側にいろんなものをつなぐコネクターがまとめて装着されてます。で、一番左は何かつなぐとこではないんですけども、なんか電波のマークついてますね。そしてその隣は車のマークがついてますので、これが車のバッテリー側に接続するケーブルを挿すとこですかね。で、その隣はポータブル電源の絵が描かれてますので、これ間違いなくポータブル電源を接続する端子ですね。そして一番右、なんか LAN ケーブルみたいなマークついてますけども、はい。確かに LAN ケーブル刺さりそうなコネクタですね。というわけで、接続端子はこの3つのみですかね。はい。じゃあどういう原理で車から大電力でポータブル電源充電するのかと言いますと、はい。使うのはですね、まずスターターバッテリー。で、これ車のバッテリーなんですけども、平たく言うと車のバッテリーってオルタネーター、発電機に接続されてますので、発電機からの電力がここから来ると考えてくれ、発電機からの電力がここから出ていると考えていれば大丈夫ですね。で、ここから出た電力が、はい、このオルタネーターチャージャーの方に入っていって、ここで電圧を変えたり制御したりして、はい、ポータブル電源に電力を送って充電するというような形になってます。というわけで、オルタネーターからの電力を直接送ることができるので、大電力で充電ができるっていうようなシステムになってますね。で、こいつ逆のパターンもできて、はい、このポータブル電源からですね、電力を供給してスターターバッテリーを充電することもできます。で、これ先ほどと電力の流れが逆になるだけで、ポータブル電源から来た電力をこのオルタネーターチャージャーで変換してスターターバッテリーを充電するっていうようなシステムになってます。で、車のバッテリーってエンジンかけてない時でも車の中の電気機器がある程度電力使ってますので、ちょっとずつ減っていったりするんですね。で、ちょっとずつ減っていったバッテリーを放置しておくと、もちろんバッテリーが上がったりバッテリーが弱ったりしてきます。で、それを防止するためにですね、このオルタネーターチャージャーっていうのがバッテリーの電圧を見て、こいつがへたらないようにですね、充電してくれるっていうシステムがついてます。はい。というわけで、長い間車に乗ってなくてバッテリーがへたっちゃったよっていう場合や、キャンプの時とかですね、ドアとか開けっぱなしにしていて電気がつけっぱなしでバッテリー弱っちゃったよっていう時でも、こいつがあればですね、ポータブル電源から電力を供給してこのスターターバッテリーを復活させることができます。いや、この逆充電機能結構いいですね。はい。ではですね、早速車両に取り付けていきたいと思います。で、取り付ける車両はこれ。私が日頃から愛用しているデリカ D5 ですね。それではボンネットを開けまして、はい、この右の方にですね、今青く見えているやつがバッテリーですね。こいつの赤いところのプラスと黒い方のマイナス、ここにですね、配線を接続していきたいと思います。まずはこのヒューズボックスから接続していきたいと思います。で、配線外す前に車のメモリーやオーディオ機器の記録がリセットされないように 12V の外部電源を接続しておきます。もちろんこれ別に接続しなくても大丈夫です。ちなみに持っていたケーブルのプラスとマイナスが逆でしたので、ちょっと赤と黒がですね、違う方についてますけど気にしないでください。ではまずはマイナスの方から外していきます。はい、これでマイナスの端子が外れました。ではプラスのネジを外して配線を接続していきます。はい、これでプラス側取り付けてきましたね。では次は本ちゃんの本体へつながるケーブルを接続します。まずはプラス側をヒューズボックスに接続します。
はい、これで接続完了ですかね。次はマイナス側ですけども、こちらもともとあったネジに友締めします。はい、これで車側への配線の接続は全て完了ですね。プラスとマイナス線2本つなぐだけですので非常に簡単ですね。じゃあ次はエンジンルームから車内へ配線の引き込みですね。で、私すでにいくつかの配線を通しているんですけども、この右端に映っている蛇腹のホースみたいなやつがすでに配線を通しているものになるんですけども、ちょっと奥見えないな。この奥のところにですね、穴が開いていて、フェンダーの裏に抜けるようなルートになってます。そしてフェンダーの裏から車内に入る穴があるんですけども、その穴を通すとですね、この助手席側の足元の左下、ここのカバーをバカッと外すと、ちょっと奥の方分かりにくいんですけども、ぐいっと見ていくと、奥の方に蛇腹のホースが出てきてるのが分かりますかね。ここから車内に引き込むことできます。ただ今回は借り物なので、本気で配線しちゃうと取り外せなくなりそうでしたので、一時的にボンネットの上側の隙間から助手席の窓を返して内部に引っ込むような形にしています。では車内へ配線来ましたので本体に接続してみたいと思います。で、接続する場所はこの左から2番目の車マークがついているところですね。ではここに車のバッテリーから来ている配線を接続しまして、これで車側との接続はもう完了ですね。で、本体に接続するポータブル電源は何かと言いますと、同じエコフロー社製のデルタ2 MAX です。で、接続に使うのはこの付属のケーブル、これをオルタネーターチャージャーの方に接続して、逆サイドをこのデルタ2 MAX の側面のところ、エクストラバッテリーとかポータブルエアコンとかを接続する端子ですね。ここに接続しますと、これで全ての配線は完了ですね。ポータブル電源に接続するとここ緑に光りましたね。接続が完了したので早速エンジンかけてみたいと思います。ではスマホの方の画面を見てみますと、今光ってエンジンからポータブル電源の方に電力が流れているっていう表示になってますね。で、充電電力がどんどん上がっていってますね。10秒くらい経ちますとマックスパワーの 800W になりましたね。というわけでスペック通りの 800W で今充電できてますね。で、このペースだと1時間37分で充電完了するってことになってますので、気持ち遠めのキャンプ場とか行く時であれば着くまでに充電完了しそうですね。で、ポータブル電源本体の方の表示もしっかり 800W で充電中ってことになってますね。こりゃすごい。で、こいつ本体には表示とかありませんので、基本的にはスマホで操作したり内容確認したりします。で、今下の方に3つアイコンが表示されてると思うんですけども、発電モードと逆充電モードとバッテリーのメンテナンスモードっていう3つのモード切り替えることできます。で、今はエンジンかかってる状態ですので発電モードにしておきたいと思います。このモードで車のオルタネーターからポータブル電源を充電するっていう形になりますね。で、右上の設定ボタンを押しますと、いろんな項目を設定できるようになります。で、この出力電力っていうところなんですけども、
何ワットでポータブル電源充電しますかっていうのを切り替えることができます。でここを切り替えることで乗ってる車のオルタネーターに合った電力で発電するっていうことができるようになりますね。でここは始動電圧の設定。ここで乗ってる車の電圧に合った電圧を設定しておきます。そんなに難しい設定とかないのでサクッと使えそうですね。はい、じゃあ実際に走行させてどのくらい発電できるのか見てみたいと思います。はい、で皆さんご存知、助手席はシートベルトマストですので、こいつもですねしっかり締めておきたいと思います。ちなみに現在の残量約 40% です。はい、というわけで目的地に着いたんですけども、残量は 70% というわけで最初が 40% だったので 30% ぐらい充電できたって感じですね。ちなみに車を運転していた時間は30分ぐらいですので、だいたい10分で 10% 充電できたっていう雰囲気ですね。おお、車からこの速度で充電できるのは非常に心強いですね。でこいつもちろんポータブル電源ですので、現地についてですねこんな風に切り離して本体だけ持って外に出るっていうこともできます。車に搭載型のサブバッテリーとかだと基本的には外に持って出ることできませんので、やっぱりポータブル型だと使い勝手がいいですね。はい、じゃあせっかく車で発電した電気がありますので、これを使ってちょっとアウトドア楽しみたいと思います。じゃあまずは場所をセッティングしていきます。ではポータブル冷蔵庫は 12V から電源を取ります。次は調理器具の準備をしていきます。はい、では IH 調理器の電源はこの AC100V から取ります。では最大火力の 800W で稼働します。で調理するのはこれ、途中に寄った肉屋で買った美味しそうなお肉ですね。はい、十分に温まったようなので肉を焼いていきますかね。いい音しますね。結構小型の IH 調理器ですけども 800W 入れれば結構な火力出てますね。そしてポータブル電源の方も全く問題なく電力供給できてますね。あんまり焼きすぎると硬くなっちゃうのでここら辺でいいですかね。では食べやすいように少し切りまして、はい、で今回ご飯炊く時間なかったのでこのサーモスの保温ポットに入れてご飯持ってきました。でこれ炊きたてを入れてきたのでまだ温かいはずなんですけども、はい、いい感じにあったかそうですね。ではこいつにお肉をトッピングしていきます。はい、というわけでただご飯にお肉を乗せただけのステーキ丼が完成しました。ではいただきますと、はいはい、もうほとんど素材の味しか感じないですけどもめちゃくちゃ美味しいですね。本当は炭火で焼いた方が美味しくなりそうなんですけども、こういう時間がない時にパッとやる時にはこういう電気使った IH 調理っていうのが非常に楽ちんですね。はい、というわけでごちそうさまでしたと。はい、では片付けていきたいと思います。で炭火とかだとやっぱり片付けるまでに火を消したりとか冷ましたりする時間が必要ですので結構時間かかっちゃうんですけども、
電気を使った IH だとすぐに片付けることできるんで楽ちんですね。で、今のポータブル電源の残量はと言いますと、はい、約 59%。というわけで IH 調理と冷蔵庫の駆動で約 10% ぐらい消費したって感じですね。車から発電したのが 30% くらいですので、今回はその発電量だけで十分に賄えてますね。では帰りもですね、行きと同じように本体をチャージャーに接続して帰りたいと思います。しかしこれ車からの電力だけで充電できるんであれば、もう車に積みっぱなしにしておいて家の中に持って入って充電するっていう手間が省けちゃうかもしれないですね。そういえばこいつ忘れてたんですけども、ポータブル電源から逆に車のバッテリーを充電するっていう機能も持ってます。というわけでちょっと実験してみますかね。で、今普通に停車している時の車のバッテリーの電圧が約 12.8V で、そこまでへたってるっていう感じではないんですけども、この状態でチャージャーのモードを逆充電モードに切り替えますと、ポータブル電源からバッテリーの方に電気が流れているような表示になりましたね。で、今ポータブル電源から約 110W で車のバッテリーを充電してるってことになってますね。ちなみにこの時の電圧はと言いますと、約 14V というわけでしっかりバッテリーを充電できるだけの電圧も出てますね。というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつかなり便利です。やっぱりシガーソケットからだと充電速度非常に遅いので、オルタネーターから直接高速で充電できるっていうのは非常にいいですね。それからこいつもともとサブバッテリーを搭載しているキャンピングカーとかにも接続できるみたいですので、ここまで来るといろいろできることが広がりそうですね。それから取り付け方法もプラスとマイナスをバッテリーのところにつなぐだけですので非常に簡単です。普通のバッテリーでサブバッテリーシステム組もうとすると結構いろんな機器をいろんな配線接続しないといけないので大変なんですよね。それから車のバッテリー自体を逆充電できるっていうのも非常に心強いですね。というわけで車からポータブル電源を高速充電したい人、サブバッテリーシステムを組むのはめんどくさいっていう人、車から下ろしてわざわざ家で充電したくないっていう人、それから逆充電でバッテリー上がりやへたりを防止したい人、そしてサブバッテリーのサブにもぴったりかもしれないです。それからこいつ車から高速充電できるようになりますので、災害が起こってどうしても車から充電しないといけないっていう時になっても短時間で充電できますので非常に心強くなりますね。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。